この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は、現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今回は、これをやるだけで髪の毛が3倍うまく描けますということで、皆さんからのご質問でとても多いのが髪の毛の描き方についてです。いや、これね、正直この質問、よくわかってるなーっていう風に思うんですよね。なぜかっていうと、髪の毛を失敗するだけでね、ってもう、台無しなんです。髪の毛の印象ってものすごく絵に影響するので、ここを失敗してしまうともう全部どっちらけ。いくらその他の部分をよく描いたとしても全ての見栄えが悪くなってしまうぐらい、そのぐらい髪の毛って重要な部分なんですね。なのでそんな大切なパーツをどうやったらうまく描けるのか、そんな風に疑問を持つこと自体最高に目の付けどころがいいんですよ。皆さんセンスいいです。ただね、だからこそ髪の毛って描くのが難しい。なんで難しいかっていうと、これ一言で言うと、頭の中にある理想像と仕上がりのギャップが大きいからですね。これにつきます。こんな風に描きたいなーっていう理想はあるんだけど、そこに到達するまでの道のりが長いので、完成した時に、あれこんな髪の毛描きたかったんだっけ？なんか微妙だなーってなりやすいのが髪の毛なんですよね。これはプロでもほんと難しい部分です。でも大丈夫。この動画を見た人はもう安心です。今言った問題、この動画で綺麗さっぱり解消できちゃいます。どういう手順で、そしてどういう風に考えながら描いていけば、自分の理想の中の髪の毛と完成図とのギャップが生まれず、この絵いいという印象を作り上げることができるのか、順番に分かりやすく解説していきますね。それと今回はこちらの素材を使って絵を描いていきます。こちらの素材は僕のピクシブファンボックスから無料でダウンロードしていただけます。Twitter に投稿しても大丈夫なので、皆さんもぜひ理想の髪の毛を描き足して遊んでみてくださいね。それでは早速行ってみましょう。まずですね、一番最初にお見せしたいのはよくある失敗例です。そして多分最も多いのが、こういう描き方をしているせいで髪の毛がうまく描けないっていう大きな原因でもあると思います。皆さんは髪の毛を描く際にこんな風に線を使ってさささささーっと髪の毛を描いていくことってありませんでしょうか？これはね、別に悪いことではありません。というか普通はこうやって描いていくと思うんですよね。だって一番簡単な描き方ですし、そもそもこれ以外の描き方ないでしょっていう感じですよね。でもね、あえて言います。ブブーでまあね、ブブーはちょっと言い過ぎなんですが、この書き方をするとですね、実は自分の頭の中にある理想と仕上がりの印象の間にズレが発生しやすくなっちゃうんです。特に経験の少ない初心者はその傾向が多いでしょう。はい。じゃあですね、線画が描き上がったので、これはどういうことなのか、これを見ていただけると一発でわかると思います。線画が描き上がったので、全体に色を塗ってみますよ。いいですか？いきますよ。すると、ほら、なんか微妙ですよね。色を塗る前は、まあそんなに変じゃないかなっていうふうに思ったのに、色を塗った途端、あれ？こんなはずじゃなかったのにって思いましたよね。ご自分の絵でもそう思ったことある人多いんじゃないかと思います。これ、理由は簡単です。ポイントは色を塗ってある色面にあります。線を描いている時、描いている人は髪の毛を色面として認識はしていません。単なる線の流れとして見ています。だから線さえ綺麗に描けていれば、綺麗綺麗、いい感じいい感じっていう風に思っているんですけど、いざここに色が乗っかってくるとですね、見ている人にとってその瞬間、髪の毛の部分が線から色面に認識が切り替わります。その切り替わる時点で今まで全く考えていなかった色の面積の部分が目に見える状態になるので、うわ、こんなに頭大きくするはずじゃなかった。もしくは逆に、あれ？もっとボリュームあると思ってたのにってね、この時点で初めて認識した色面に対して違和感を覚えてしまうことが非常に多いんです。しかもね、
じゃあここから修正していけばいいわけなんですが、髪の毛って線を描くのもかなり大変じゃないですか。描かなきゃいけない線の本数も多いですし、特に長い髪の毛なんかは全ての線をきれいに描くのは時間がかかるはずです。その苦労をした後で、あれちょっと失敗だったかもってなっても、ちょっと変だけど、でも直すのめんどくさいなーって思ってしまって修正するって言ってもなかなか難しいんですよね。はい、このように面倒だなって思う心理はサンクコストバイアスといって、これがあるからなかなか絵が上達しない一つの大きな要因にもなっているんです。今から紹介する方法はですね、なんとこのサンクコストバイアスが発生しにくい方法です。サンクコストバイアスを感じない。だからクオリティを高く絵を仕上げることができちゃうやり方なんです。今回のポイントは、まずはじめに線ではなく色面、つまり色で描いていっちゃうことにあります。さっきはね、はじめに線を使って描いていきましたが、今日紹介するやり方はなんと最初に線を描きません。代わりにこのように髪の毛の色を選んだら、塗り塗り塗りーっと前髪に当たる部分を線なしで塗っていってみちゃいましょう。特に前髪はキャラクターの性格や見た目の印象に大きく関わる部分です。この部分の印象がとても重要になっていきますので、特に集中しながら色面を塗っていってみてください。一旦塗り終えたら、ここでちょっと髪の毛のボリュームを調整してみても良いでしょう。例えば前髪が短めだとボーイッシュでスポーティーな印象になりますが、もうちょっと女の子っぽい可愛い印象にしたいな、色っぽい印象を追加したいんだよな、なんていう時には前髪のボリュームを多く調整して目に少しかかるぐらい伸ばしてみたり、おでこを隠すようにすることで、こういったニュアンスの調整をすることができます。ほら、目に少し髪の毛をかけただけでも結構印象が変化するでしょう。キャラクターにとって前髪ってすごく大事なんですよね。ここに関しては後ろ髪を描いた時点でさらに調整することもできるので、ある程度納得がいったら次に進んでも大丈夫です。次は後ろ髪とサイドヘアですね。ここに関しても先ほどと同じく線ではなく色面、色で形を作っていきます。今回は描いている部分の判別がつきやすいようにパーツごとに色を若干変更しながら描いていきますね。後ろ髪にボリュームを持たせたら、サイドヘアが耳にかぶさるように色面を描いていきます。時折イラスト全体を見渡しながら、今描いているパーツの大きさはこの大きさでいいのか、自分の理想に合っているのか確認しながら描いていってください。でね、ここでも一緒です。一通り色面を塗り終えたらボリューム調整です。あれ、なんだか後頭部が大きく膨らんじゃった気がするぞ。サイドヘアもうちょっと長くても可愛かったな。あれれれれ、サイドヘアを追加したら前髪の長さが気になってきた。直しちゃおう。そういう部分をここでも細かく調整していきます。さあ、勘がいい人はもう気づきましたよね。そうです。サンクコストバイアスというのは、初めに線を描いて色を塗った時点でそれまでの勘違いに一気に気づくから発生するんです。そうじゃなくて、もう最初から色面で描いていって色を塗った状態で徐々に進めていき、その途中で仮にあれちょっとここ理想と違うなっていう部分を発見したら、もうその場でちょいちょい修正していく、そういうちょいちょい戦法を使っているので、このやり方はそもそもサンクコストバイアス自体が発生しにくいやり方なんです。めちゃめちゃすごいでしょ。さあ、そしてさらに色面で細部を調整していきますよ。大きな印象を整えたので細かい印象を作っていきます。少し跳ねたような毛だったり、流れに逆らったような細かい毛束、いわゆる遊び毛ですね。これを色面で追加していきましょう。遊び毛、これがあるとイラストに一層命が吹き込まれ、生き生きしたキャラクターに見える手助けになります。ただね、この遊び毛もですね、色を塗る前に線で描いていくとどうしてもですね、描きすぎてうるさくなってしまったり、逆に描かなさすぎてつるっとした無機質な印象になってしまったり、バランス調整が割と難しい部分なんですよね。はい、ここについてもやはり色面で調整していくのが賢いやり方だと思いますね。はい、こんな感じです。
そしてお待たせしました。ここから超気持ちいい作業です。ついに線を描いていきます。やり方はとても簡単。今描いてきた色面のレイヤーの一番上に定山レイヤーを1枚加えて、あとはこの髪の毛の上から線を描き加えていくだけ。もうね、下準備はもう完璧ですから、とても気持ちよく線を描いていくことができると思います。ちなみに髪の毛の線をうまく描くコツは、シューッと長いストロークを使って一気に線を描くことです。細かくゆっくり描いていくよりも、そっちの方が綺麗で艶やかな髪の毛の質感が表現できると思います。また、なかなか一発で理想的なラインが描けないのであれば、このようにキーボードや片手デバイスのUndo機能、やり直しボタンに指をかけておいて、理想の線が描けなかったらすぐに取り消しっていう風にね、何度もやり直しながら線を描いていってください。ちなみに僕もね、何度もやり直しながら線を描きます。別に恥ずかしいことじゃありません。プロだってそんな感じで何度もやり直しながら描いているので、躊躇なくUndo、やり直し機能をうまく活用しながら綺麗な線を描いていってくださいね。さて、最後の解説です。今とても流行っている縦巻きロールの描き方ですわということで、縦巻きロールの描き方についても最後に説明したいと思います。といっても、これも色面を描いていくことで驚くほど綺麗に、そして簡単に描くことができてしまいます。やり方は超簡単。まずはくるくるに巻いた髪の毛の表の面をこんな風に色面を使って描いていきますね。そしたら今度は影色を選択して、今描いた表面の髪の毛の下にレイヤーを新たに追加して髪の毛の裏面を描いていくだけね。もう一瞬で形が取れてしまいましたよね。そしたらこの上から先ほどと同じように線のレイヤーを追加して線を上から描いて仕上げていくだけです。ほら、もう手前の縦巻きロールが完成してしまいました。めっちゃ早いでしょ。次に奥の方も描いてみましょう。やり方は今と同じです。まずは表面のピンクの髪の毛を色面を使って描いていき、理想のシルエットを整えていきます。そしたら色を変えて裏面を描いていきます。裏面を描くとね、一気に形が見えてくるのがとても面白いですよね。色面の形に納得がいったら最後に線画を追加していって、はい、縦巻きロールの完成。結び目にね、シュシュとか髪飾りを追加してもいいと思います。もちろんね、この髪飾りの部分も線じゃなく色面で描いていってあげると、さらにイメージ通りに仕上がっていいと思います。はい、こんな感じ。どうですか？一見難しそうな縦巻きロールでしたが、こうやって色面を使った描き方を見ちゃうとめちゃめちゃ簡単で、そして気持ちよく描けそうじゃないですか？すぐに試してみたくなっちゃいますよね。はい、この描き方さえマスターしてしまえば、こんな風に縦巻きロールが何本も巻いてあるような、一見複雑に見える髪型であっても、ほらね、こんな風にとても簡単にボリューム調整、シルエット調整をしながら理想的な仕上がりで完成を目指すことができちゃうんです。色を塗ってみてからね、あれー、なんかちょっとこんなはずじゃなかったんだけどな。でもな、今から直すのは面倒そうだしな。これでいいや。なんて、ついつい妥協してしまって、後々後悔してしまうことが多い人は、今日紹介した色面で描いていって、その後で線を乗せていくやり方、ぜひぜひ試してみてくださいね。Ladies and gentlemen, thank you for waiting long. Finally, the ebook English version of Fastest Way to Improve Illustration is available. This book is a skills I have gained over the 20 years. I have been a professional illustrator. I'm using the method described here within a short period of 3 months. I was able to change from the genre I have been drawing and I have been able to become a character illustrator. It's easy to understand how to do it point by point, and there are also QR code links for easy access to videos that can help you practice, so you can gain the knowledge essentially and improve your drawing quickly. Your friend might be surprised if your drawing suddenly improves. It also contains many of my actual practice sketches. Many people have tried this method in Japan and have achieved real results. There are also a number of interviews with some of these people, asking them specifically about the changes they had made and the difficulties they had faced. The methods in this book are definitely not easy. In fact, it may be a painful method that frustrates most people, but that's why it works well.
Wouldn't you be interested? The price is 2,200 yen. That's roughly 16 US dollars. You can buy it here on the booth's website. Press the top right button to select English. Of course, you can also be purchased from abroad, not only Japan. You need to register a Pixiv ID to make a purchase. But don't worry, Pixiv ID is free to register. Payment can be made by PayPal or credit card. The PDF can be downloaded immediately after your purchase. If you are interested in this book, you put the link in the description below the videos so you can check it out. If you want to use the skills of your art to achieve your dream, this book will surely help you. Let me help you to your dreams come. ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。